Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Abashali Shilatoko Kaiwai 10 des. それでは早速 Let's get it started. 1. Abashali Te Shaba. 網走道の駅から車で10分くらいですかね。オホーツク海沿いを走る JR 専門本線のリアルなとってもキュートな駅。これ駅です。駅員さんはいませんが。専門本線ってことは網走釧路間の線ってわけだ。そう、網走から斜里を回って美幌手鹿川を経由して釧路までって線ね。なるほど。その路線の小さな無人駅、北浜駅舎の中にある喫茶店。完全昭和にタイムスリップしちゃいますね。素敵なの。ここはこの景色がごちそうね。今は少なくなった人の温かさが感じられる、そんな場所なんです。高倉健が駅のホームに立って列車を待ってるなんてシーンがありそうな、そんなロケーション。電柱の陰に隠れて見送る倍賞千恵子みたいな。ヒューマン。違う。なんか映画の主人公になった気分。センチメンタルジャーニーね。ああ、向かいに健さんみたいなダンディーさんが座っているしね。ダンディー坂野でいっぱいいっぱいかな。ゲゲ。ここは料理どうのこうのって言うんじゃないけど、ぜひ立ち寄りたいお店ね。お茶だけでもいいよね。だ。 2. Wutole Peter Bayer Shilatoko. なんともゴージャスなチョコレート屋さん。いつの間にこんな素敵なのがウトロにできちゃったんでございますのね。なんとこちらはデンマーク王室御用達の世界的ショコラトリーなんざます。ショコラトリー？それはどんな鳥なのかな？鳥じゃねえわ。ショコラトリー、チョコレート専門店のこと。やっぱり。こちらはコペンハーゲン近郊にアトリエを構え、ハーブや野菜を育てながら日々チョコレート作りに取り込むショコラティー、ピーター・バイヤー氏のショコラトリー。農園からテーブルへを理念に、自社農園で栽培したカカオや自家栽培のフルーツを使用し、すべて手作りでチョコレートを製造しているのだそう。ほえ、そのピーターさんのアジア初進出がここってわけだね。そうなの。湖、森、野原、デンマークの豊かな自然から生まれるピーター・バイヤーのチョコレートのイメージに知床の大自然がぴったりだったのかもね。教えてくださったビューアーさん、ありがとうございました。ありがとうございます。なるほど。なんかわからないけど、こういうお店が知床にしれっとできるといいね。飯旅的にね。鮭だ、ウニだ、鹿だ、トドだっていう伝統的地場ものにはちょっと飽きてきてると参考には、タイムリーリソースクイズみたいな新鮮なエッセンスなんじゃない？なるほど。まあ予想外の展開に面食らうみたいな感じだよね。ちょこっとね。ショーケースにはキラキラなチョコレートたちが私を誘惑する。でも今回は視聴者さんからのタレコミでちょっと高級だけどハイグレードなジェラートをいただきます。こちらのチョコレートを使ったブラウニーとお店で焙煎している流氷コーヒーを使ったエスプレッソ、どちらも甘さ控えめ、大人テイストでいいですね。カリビアンドリームはカクテルのリキュールっぽい甘酸っぱいトロピカルな味。カクテルのリキュールって幅広すぎ、ざっくりしすぎじゃありませんか？そうかな。パスワっぽいって思ったんだけど、マニアックすぎてピンとこないでしょう。皆さん、パッションフルーツを使ったリキュールなんだけど。あ、なるほどね。確かにパスワっぽいトロピカルなテイスト。どれもすっきり後味で喉乾かない系で良いですね。はい、それ大事。さすがですね、ピーターさん。ここはうとろうたんびに寄っちゃうポイントですね。厳しい。それチョコもちょこっと食べたかったな。なんか板垣の父さんみたいだね。板垣の父さん？初めの一歩に出てくる一歩の後輩イケメン板垣んちの父さんさ。ああ、晩ご飯の時板垣まーすっていう。そうそう、高村とのダジャレ泥仕合になってね。泥仕合だけに泥って言ったあのお父さんね。ああ、マジ尊敬する。 3. Wutolo Namishi Buki. 道の駅ウトロのすぐ隣にござるオホーツク海沿いの人気ラーメン店ね。ここの塩がですね、山東家の塩に近いクリーミー塩ラーメンって書いてる食べロガーがいましてね、1週間前から楽しみにしておりました。あら、山東家に似てるなんて本当か？そうなんだ。
ひょっとして昔おいちゃんが愛した塩ラーメンに再会できるのかと、初デート前夜のような気分でございやした。昔聖なる塩って言ってたもんね、三等間の塩のこと。そうなんだよ、めちゃめちゃ美味しかったんだよ。勝った。開店直後ながらもほぼ満席。すぐさまウェイティング状態になっちまいましたね。もちろん味噌を迷わず注文。味噌なんてね、もちろん塩を迷わず注文。それでどうだったの？聖なる塩には再会できたのかしら？確かに三等価っぽいテイストではあるけれども、失った恋はそう簡単には見つからないみたいだね。あら、美味しかったよ。スープは優しいんだけど、結構加水率高めの麺だもんだから、優しいスープだとほら麺から出るアンモニア臭がね、若干見え隠れしちゃうんだよね。なるほど、優しい味スープの宿命ってやつかしらね。なのかな。Anyway、家系っぽい海苔ついてんじゃん。この海苔汁吸わせてライスに乗っけていきたくなりましたね。いや、いいねそれ。でも我慢した。2キロ太っちまったから私もドドやばい。ああ、やばいね。美味しすぎるから。4. Wutolo Gyokyo Fujinbu Shock Door。 道の駅ウトロから歩いて10分もかからないわね。ウトロ漁港の目の前にあります食堂。漁師の奥さんたちが切り盛りするお店です。漁師の奥さんたちが切り盛りするってだけで美味しそうだよね。そうなの。見てこのキラキラのイカルちゃん。はい、ちょっとおっさん出ちゃった。はい、今年もこの時期がやってまいりましたね。軽く塩漬けされたイクラちゃんたちがプチプチと口の中で弾けます。漁師町ってしょっぱいイメージだけど。そうなの？そうなの、私の中ではね。だけどこちらは全くそんなことない。いい塩梅。鮭と白米って最高に合うね。そりゃそうさ。マヨネーズにはじゃがいも、アスパラ、レタス。白米に合うのは鮭と海苔の佃煮べったらさ。いいわね。マヨネーズは効いてないけど、私は焼き鮭、ちりめん山椒、納豆。なるほど、日本人に生まれてよかったとつくづく思いますね。はい。これで2000円は最高ですよね。いくらもすっかり高級になっちゃいましたからね、昨今ね。ちなみにめんめはこの日4000円と4500円の定食でしたね。高級すぎて手が出ませんけども。めんめ、それは値段から想像するに近畿のことかな。そう、道東ではめんめと呼ばれているざます。すんごい値段よね。昔から高かったけど 4,5,000 円ってって感じ。北海道ではのどくろではなく近畿を食うべきって言われたことあるけれども、高くて手が出ませんね。腹パンの帰り道、すぐ近くの河口にカンバックサーモンを発見。初めて見たけど一生懸命生きてるなーって感動。カンバックサーモンのフェアリーかい？違うわ。もうみんな70歳じゃねえか。そっちじゃない。なんか涙出てきたわ。食べちゃってごめんね。泣くことはねえだろ、泣くことは。力尽きたのか、岸に上がった鮭をウミネコが食べてる光景なんか北海道にいてもなかなか目にすることないよね。道東じゃウミネコも美味しいもの食べてるね。羨ましいや。羨ましいでしょ。ちなみにめんめ近畿の正式名称は吉次って言うんだって。聞いたことない。吉次？なんか牛タン嫁みたいね。正式名称を一回も聞いたことないってどんな魚？めんめ。5. ニューヨーク Abashali Hotel Sansui Bihadano U。 女満別空港から車で約10分ほどのところにあります温泉施設。言いづらいよね、女満別空港って。言いづらい。女満別空港。女満別です。女満別空港。日帰り入浴専用入り口はホテルの裏側にありますので、お間違いのないように。分かりづらいよね。看板をよーく見て進まないと絶対ホテルの方に行ってしまう。行っちゃう。お風呂はまあまあ広めですかね。サウナは80度から90度の間くらいで10人サイズ。水風呂は17度くらいの4人サイズかな。源泉かけ流しのとろっ
トロのお湯が気持ちいいですね。お肌ツルッツル。スキージャンプ選手のサインやらいろいろあったね。ジャンプの施設なんてこの辺あったかな。聞いたことないよね。これから寒い季節は温泉が一番じゃな。道の駅からも近いから便利。網走界隈の時はここだね。だ。6. Subetsu. Subetsu Seiyoken. 津別の老舗洋食店。現在3代目さんが営んでおられます。こちらはビューアーさんからおすすめいただいたんだよね。そう、焼きそばにライス乗ってますよって。それはぜひ食べなきゃってことでね。出ました、焼きそばライス。おいちゃんはどうしようかな。焼きそばライスには全く興味がわからないので、ログでは豚丼が人気なのかな。豚丼にしようかな。バラ豚丼、ロース豚丼、あなたはどっち？バラ豚丼、ロース豚丼、あなたはどっち？おで語ろうさ。私もそうだわ。だけども私は特製焼きそば。おではやっぱりカツカレー。なんでよ。 Today's Katsu Curry. 見てください、この豪快な丼カツカレー。すげえボリュームっす。美味しいカツカレーですよ。やっぱおほほほやっぱオホーツク北斗ポークがうまいんだ。オホーツク北斗ポーク？ああ、オホーツク管内の養豚農家さんが育てたジューシー&ソフトが売りのブランド豚さ。たっぷりルーのこのカレーいいですね。ただ道東は高め料金設定のご飯屋さんが多いので、そういうものだと思ってください。そうね。カツカレー1300円は当たり前地方ね。泣かないで。高いよね。高い。サラダと味噌汁がないんで1100円にしてもらえるなかなか高級。決まったように1300円だからね。カツカレー協定があるんですか？いやもしれん。いいよ。 7. Abashili. Sushi Dining Suki. 網走界隈でいつもオホーツクネタを食べるのはこちらの系列の回転寿司ね。はい、清和さんチェーンはミシタビーズお気に入りなんでね。今回はいつもお邪魔しているビッグさんのハイグレード版になるのかな。こちらのダイニング付きさんへ初見存。カツダコの美味しさに舌を巻いた日が懐かしいですね。今回は時期じゃないのかな。旬物がなくってね。はい、通常の実食見分となりました。さすが清和さんチェーン、安定のグッジョブですね。 Good job. マグロもイカも塩梅でしたわ。キムタクには驚きましたね。最近見かけないと思ったら寿司になってました。違うでしょ。キムタクはキムチたくあん巻きのキムタクでしょ。あ、そういうことなの？はい、そういうことなんです。ハイエンド回転寿司って感じではありますけれども、ネタは上等、雰囲気もいいし、高級居酒屋ってムード。川やら滝やらが店の中流れててさ、ねえ、デートにも使えそうって感じよね。落ち着いて食事できそうなお店。10分しかいなかったけど、いつものこと飯旅ーズ。 8. Memenbetsu. Almond Kashi 10. 女満別の女満別の街中にあります。40年目を迎えるというアマンドさん。アマンドというても待ち合わせをする喫茶店ではありませんよ。やめて、六本木ネタ分かりづらいって。そうかな。六本木アマンドのようなギラギラ感は全くない可愛らしいお母さんが出迎えてくれます。菓子店といってもほとんどパン屋さん、菓子パンやおかずパンが並んでいます。ってことでおじさんが気になってしょうがなかったこれをゲット。おむすびパンありましたよ。残り1個でギリギリセーフ。危なかったね。このパンをね、映像に収めたかったんです。それだけ？それだけ。ナイスアイデアでしょこれ。確かにこれ具がツナマヨでまさにおにぎりなのよね。美味しい。こちらのパンはどれも昔ながらの素朴なパンで懐かしい優しい気持ちになりますね。シュガーラスクは各色の端っこなのかな。これかなり食べ応えありましたね。一袋で 4,5 日食べ続けておりました。お母さんが気さくにお話聞かせてくれてね、ほっこりしたでしょう。ありがとうございました。9. Abashili. Udon next. 網走市街地から少し離れたテント山のふもとに美味しいうどん屋さんがありました。
初めて讃岐うどんを食べた時の衝撃をお客様にも感じていただきたいと試行錯誤を重ねて作り上げたという讃岐うどんベースの自家製麺っていうじゃないね。タレコミくれた視聴者さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、これです。美しい。見とれちゃって食べるのがもったいないねえ。一口目から感動。久しぶりだ。この弾力、この硬さ、思わずにんまりしちゃいましたね。はいはい。我々も去年讃岐うどん食べて感動したからこれってなりましたよね。そしてなんとも美しいじゃござんせんか。よね。つるもちって感じがたまらない。カルボナーラはたらこが明太子じゃないからなのかしょっぱくないし生臭さもゼロ。混ぜる前からめっちゃ美味しかったよ。これ混ぜてもマーベラス。こりゃいい。かけも食べたいね。じゃじゃ麺も。そうそう。なぜにか盛岡名物のじゃじゃ麺もあるんだよね。しかもチータンまで。幸せにゃー歩いてこんまい。それはチーター。あ、そっか。ここのうどんは美味しいです。次回来たら絶対じゃじゃ麺&しみスープのチーターまで食べなきゃ。いいね。おいちゃんはかけいってみようっと。チータンちょっと飲ましてね。幸せは。10. Subetsu Kematipko。 次の町に移動中にチミケップ湖なる聞いたことのない名前の道路標識を発見。チミケップ湖。得意な早口言葉ゲームで遊んでいるとおいちゃん急ハンドルでチミケップ湖方面へ。好奇心旺盛なアラカンのおいちゃん、なんとなく綺麗な場所の予感がしたのでね。がしかし舗装されていないすんごい山道に迷い込み若干不安になるグリーン。去年の嫌な思い出が一瞬の大喜利をよぎりましてね。よぎりよ今夜もありがとうみたいに言うな。裕次郎です。そういえば Google の案内無視して走ってたらとんでもない山道に入っちゃってね、去年の富良野の思い出だね。まるでジジャブジジャブじゃないんですよね。デジャブって言うんですよ。言いませんでした。まるデジャブ。変な訳し方しなさんな。今回も対向車とすれ違うのもギリッギリの超ワイルドダートを30分ほどでしたが、ついてみると見てくださいこの景色。これがチムケプ湖ですよ。すっごい周りに何もない手つかずの自然。一応キャンプ場になってるんだけど最低限のトイレと水場があるだけ。孤独を愛するおいちゃんキャンパーが一人だけいたね。ねえ贅沢ですね。邪魔にならないように静かに湖を眺めておりました。で食べ物は何をおっしゃりますの。もうこの景色が最高のごちそうでございますでしょうね。えまるでドラマの撮影セットのような湖畔のベンチがなんとも素敵じゃござんせんか。手つかずの大自然、これが北海道の一番のごちそうですね。北海道に生まれてよかった。本当だね。他にこういう場所をご存知の方よかったら教えてくださいね。こういう場所大好物なのでお願いします。Shikaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Meshtabi Saw Shu Hen No. 8 des. Otanoshamini. See you soon. いやー、チミケプ湖初めて聞きましたよね。北海道に60年ぐらい暮らしてるんですけど、なんだチミケプ湖ってみたいなね、聞いたことないよ。どこにあんだろう。まあ予想通り素晴らしいところでした。ただ夜を迎えるのは怖いよね。ねえ、完全に熊出没注意の。そうだ、看板があって。どっちかちょっと熊の領域でしょ、あそこは。お邪魔しますって感じだよね、こっちがね。あのおじさんすごかったな。あの人一人で夜を迎えたんだろうか、あそこで。でもあのテントの感じはさ、泊まる感じじゃなかったよね。
とは思うけど、一人だったら全然寝れるよね。あれも蓋すりゃね。そっか、いやいや無理無理、想像しただけで怖いね。結構アウトドア好きだし大自然は好きだけど、山の中でひっそりと夜を迎えるのは非常に苦手な飯旅でございます。だからきっとアウトドア好きって言っちゃダメなんだ車中泊するポイントでも人気のない公園とかだとね、グリーンは無理です。おっかなくて。この前根室で泊まった公園もね、思いっきり熊出没って言って何月何日出没みたいなのが出てるから。でも結構住宅街にあったんだよね、公園。そうでもほら札幌市西区でも住宅街に出るからね。そうだね、東区も出たって言ってたしね。で夜中トイレに起きた時にね、何にも持たないでトイレに入ろうとしたら、その時に気づいたのはトイレの隣にね、クマがよく出ますみたいな看板を、やべえって今クマに来られたら何も戦う道具がねえぞと思って、しかもあれだ、慌てて便所に逃げ込んで鍵かければね、なんとかなるかなと思ったけど、やべえ携帯も持っててきてないからグリーンに連絡できねえと思って便所に何時間入ってりゃいいんだみたいな、そうだよね、いろいろ走馬灯のように考えていやクマもまだ出てねえのによ怖い。いやどこでも出ちゃうから。なんか北海道はやっぱりそういうよもやの時のグッズっていうのは必要です。所持する必要があるのかなっていうね、確かにクマスプレー。とりあえず便所に行く時携帯すぐ便所に置いてくるんで、そうなんです。持っていかない癖をつけてるんだけどもそれがあだになる可能性あるんでね。そうだね、SOS を発信できないもんね。そうなの携帯があればどうとでもできるけどね。いやっていうんで皆さんもクマには気をつけてくださいということで、お風呂に行ってまいります。お風呂の時間となりましたすごいですよ。これだけカレーを食ってるとですね、いろんなとこからカレーの匂いが私してきましてね本当にもう毛穴から出てんだろうと思うカレーがね、あんだけカレーの匂いって強烈じゃんか、でコーヒーもものすごい飲むでしょ、だから匂いがちょっとコーヒーの匂いがするんでね、こんなにカレー食べてんのに、匂いからはカレーの匂いは一回もしたことない、便から。確かにおならもカレー臭じゃないもんね、あんなに強いのにさ、そうだね、だから人間の解毒作用ってすごいのかなと分かんないけどカレーの匂いは全部俺の中に蓄積されてるってことでしょ。すんごい量だよね。そしたらね、すごいよ。本当にパッポおじさんの体はカレーでできています。40種類のスパイスで構成されてるくだらないそんなスパイシーじゃないよね俺。スパイシーではない。スカイシーだよね、どっちかっていうとはいスッカイシーですさすがにいつも確実に3時間だけはすっかりしすっかくないからね、風呂上がり3時間の命です。